おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、最後の描き込みをお見せしようと思います。こちらの作品ですね、ライブ配信で描いたんですけども、いい感じにいっているので、これの最後の描き込みを、サムネイル詐欺じゃないですよ。パレットですね。パレットを、もう本当に、筆先だけ、に、フォーカスして、お届けしようと思います。皆さんすごく参考になるかもしれません。混色とかね、私のやり方ですからね、ぜひ楽しんでみてみてください。それでは。それでは解説をしていこうと思います。ぜひぜひ、ライブ配信の方ですね、ご覧になってない方はここまでのプロセスというのはライブ配信でお見せしております。人の肌の土台を作って、おきました。これぜひぜひ見てください。結構ですね、いろいろやってますけども、ちょっと途中で動画が止まってしまったんで、前編後編に分かれてますけども、大体後編って視聴回数が伸びないんですけど、ほとんど変わらなかったんで、多分じゃあこの最後の密度を上げていく仕事みたいなのも皆さん興味あるかなと思って、ちょっと作ってみました。で、パレットと筆先という、今までとちょっと違うパターンで、お見せしようと思います。これね、水だけでもう3層目ぐらいですね、塗って、でそこにぼかすようにちょっと赤系暖色系とかを塗っていっております。本当にパレットほんの少しずつしか色を出してませんもんね。最後の方になるとね、そういうところも参考になるかもしれませんし、この辺の色を使ってはるんやなとかっていうのが、参考に。そして青系ですね。なんていう青ですかこれね、下から4番目のあんな青ですよ。何ブルーか僕はあんま知りません。それをと行き過ぎたぜっていう感じがね、それをまた水でぼかして、初めに塗った赤系とちょっと混ざり合わすような感じで水だけで、肌の3層目を塗っていっております。で、このぐらい結構水をひたひたにしとるということもわかるんじゃないでしょうか。ね、で暗いとこもぐっと暗く塗っていっておりますよ。ということで、この辺というのも水とでちょっとカチッと終わらないように水だけでぼかすとかっていうこともしながらグラデーションをつけたりとかしていってます。参考になるんじゃないでしょうか。この辺りとかも暗い色を置いて、だから要は土台を3層目ぐらいまで塗って、そして最後の最後加湿という、細かい描写というのをしていく作業をしていきますので、そういうところもしっかり見ていただければ。書けますって大丈夫です。皆さんね、書けますからね、頑張ってくださいね。水だけで塗ってあるんですけど、ほんの少しだけ絵の具がうーっと寄ってって微妙なトーンっていうのが出てきますんでね。できますかね、できますか、できますよね。はい、難しいです多分ね。そんなことを言いながら、この辺なんかもぐっと暗くなってるところなんていうのはぐっと絵の具を置いておいてとかですね、奥のところもぐっと置いておいてとかっていうことをしてますね。難しいですよ多分ね。でもこういうのもね、もう皆さん高いところを目指して、ちょっとここピント合ってませんけど、後半の方しっかり合ってきますので、鼻のとことか、ハッチングとかもすごくよく見えると思います。今回だから拡大したものとパレットはこんな微妙な色を作ってるんですよね。描くのがすごく早いと言われますけども、実はもうその辺は本当に微妙な色とかを作るのが早いというだけで、とにかくまだ経験値が浅い人は初めの混色とかっていうのをすごく丁寧にやられてください。手の動きが早いだけじゃやっぱダメです。はいね、でこの辺とかもちょっと赤系とかを入れた色をですね、パレットの左下の方にあるんですけども、そういうのでグーと引き締めていってますもんね。だからこの辺というのはすごく参考になるんじゃないでしょうか。細い瞑想筆はナイロンの筆使ってます。そんなに特殊な筆を使っているわけではございませんので、皆様もできると思いますよ。でちょっと濃い色赤をバッと塗りましたね。できますか？できますよね。少しこの辺とかっていうのも慎重にね、やっぱりなかなか消せないので慎重にやられてみてください。もう最悪あかんと思ったらなんかね、拭き取って、激落ちくんみたいなので拭き取ってみてもいいし、なんかねもう最悪、アクリルの白かなんかベタッと塗ってみてもいいかもしれませんし、その辺はね、臨機応変に楽しくやられた方がいいかなと思います。なかなか透明先生ってやっぱ難しい画材だと思いますよ。いろんな画材ね、
大変なのは色鉛筆だと僕は思ってます。すごいなと思います。全部はね、やっぱ書いていかなあかんから。楽な画材っていうのもないですけど、一番なんかこう、一般の人が入りやすいし、でも人物って難しいでしょうね。書き込みのところなんて難しいわよね。土台ももちろん当然難しいですもんね。っていう感じですか。奥様たちがね、そんな風に言うてはりますか。ね、私の久しぶりにね、主婦の会話みたいな感じのをやってもいいかもしれませんね。ね、うちの旦那はパチンコばっかりだ。ちょっと細かい描写をしていってます。いや本当になんかちびっこと平日の昼間はこの辺もハッチングしててグラデーションつけてってますね。商業施設など行くと面白いもんですよね。日中の中高年の人がゲーセンにいますよね。あれすごいなと思って考えられないですね。はい、細かい描写をしていってます。ね、時間持て余してはるんですかね。私になんか時間くれと思いますよね。もう3倍くらい時間欲しいですよね。こういうところも細かい描写をしていってますよ。ね、グラデーションつけたりとか、ハッチングっていうのはやっぱ細かい線とかを重ね合わせていくんですけども、やっぱりなかなかグラデーションとかつけにくいなと思ったら薄く解いたもうパレットなんかもう映ってますけどもようわからないでしょ。薄くそういうのでチュ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 ってやっていってますよね。こういう細かいものを積み重ねながら、でもずっと画面近くに寄りすぎてね、近視眼的になってしまいすぎないようにしてください。ちょいちょい離れてみて全体のバランスもやっぱ見ながら進められることをお勧めします。そしてチャイニーズホワイトみたいなのもちょっと入れて、僕はこれちょっと独特かもしれませんけども、水ですごい薄めるというよりはどっちかというとグレートーンに近い、グレーというか白を混ぜて半透明ぐらいにして描いていくというのが若干流行ってます。私の透明水彩の技法ですね。初めの方の動画多分やってないと思います。最近どっちかというとこういう方法をとっていってます。ガッシュっていう風になりますよね。半透明不透明というので、その辺っていうのは本当にもうそれぞれの描き方臨機応変に、そしてこのカクッとしてるとこういう風な激落ち組んでふわっとするまた擬音やねっていう感じですけど、ティッシュでちょっと拭き取ってみてとかっていうで、髪の毛とか眉毛とかも本当にこんな感じは見えますかね。描いても怖い言いながら、そして毛と毛の間ですね、毛と毛の間から見える肌の色みたいなのを描いとっていってるわけですよね。隙間も描いていきつつ、髪の毛も描きつつみたいな感じで、少しベベ眉毛も描きつつですね。ぜひぜひ皆さんも人物の最後の詰めにこれをぜひ何度も見てね、勉強してみてください。参考になるかなと思って、急遽作りました。面白いもんですよね。なんかやっぱ僕自身がいろいろやってきたんですけど、しっかりと結果が数字にいろんなものが出てくるのが面白いですよね。 YouTube ってそうやってライブ配信してもなんかずーっと見られ続ける動画もあるし、ピタッと終わる動画もあるしみたいな、何があかんのかなって、自分一人でやるよりいろんな人とやってね、分析結果を聞く方がほんまはいいんでしょうけど、私がそういうところ一人でやりたがりの人間なので、こういうところを細かい描写していってます。もうこの辺はね、1ミリ1ミリ、もう1ミリの勝負なんで、もう僕は一時葉月ルーペつけてましたけど、どんどん視力悪くなったんでやめました。視力悪くなったっていうか、もう全然もうなんか老眼が一気に進んだ気がしたんでやめましたけど、で、口の歯なんてもう真っ白じゃないですよ。ごめんなさい、僕汚いですね。黄色いですね。影になっててちょっと色がついてると思うんで、真っ白って、今僕パッと見たとき、やっぱメガネのこういうここのね、フレームぐらいかなみたいな感じですね。こういうとこもね、細かい仕事してます。こういう細かい仕事を積み重ねて、2時間ぐらいちまちまと最後加湿していって、いったというところをお見せしていきました。こういう一番向こうの輪郭線なんていうのはすごい慎重に。そしてちょっと背景もう一回バーっと、ここだけはちょっとタイムラプスという、ちょっとバババッと早送りでお見せしますけども、後ろの方やっぱ顔の方密度が上がってくると、やっぱ背景もちょっとやらんといかんなっていう風になってくるんですよね。密度が上がってくると周りのところというのもやっぱ引き締めにかかるということを今していっているわけです。勉強になりますか？いかがですか？よかったらコメントとかいただけるとですね、アウトプット大事ですよ。初めての方も遠慮なくね、ぜひぜひいただければ。そしてほら、これはもう本当に、ナムラというさんの筆のナイロンの筆を山切りカットと言うてね、山切りカットと言えばいいんですか？毛先をより細くして、でも全部細い1本、毛が2本だけのこれで描いてますよりも、ちょっと僕はこうやって含み作らしてるんですよ。それやっぱ含みのところに水とか油とかがたまるから、そしたら長い線とか引きやすいというか、何もないねよりはそういうところに含みをちょっと持たせるということをしていってます。
ね、という感じで、髪の毛をちまちま描いていてどうですか、最後こんな感じで密度を上げていったということでございます。皆様の参考になればと思って、急遽作りました。ぜひぜひ最後のもうサムネイル詐欺じゃないかと言われそうですけど、最後の仕事をお見せしたということで、もうこれこっち側にやってたりもしますもんね。最後の仕事を皆様に見ていただいたということでございます。髪の毛を最後細々を描いていったりとか、していて、ちょっと金髪に近いようなね、なんていうんですか、アッシュグレーっていうの違うんかよう分かりませんが、おじさんそういうの全然分かりませんが、そういう色のモデルさんを描いて、最後こういうハッチングですね、この辺っていうのは本当に慎重にいかんといかんですよね。ピタッと終わるんじゃなくて、やっぱグラデーションちゃんとかかって全部書くのしんどいから、部分だけでもちょっとわーっと溶け合うようなハッチングみたいなのをしていっているということでございます。微妙な色とかを増やしながらハーフトーンというのが増えてきて、というようなことがちょっとずつ密度が上がってきた最後のお仕事をお見せしたということでございます。皆さんもぜひぜひ書いてみられてみてください。もうこれちょっと白とかも混ざってますもんね。ちょっと白とか混ぜながら塗ってみて、少し乾くのを待ってみて、よしこれである程度いいかなみたいな感じで少し待ってみたりもします。そういうことをするんですね。ちまちま最後密度を上げながら、こんなことしてたんやってね、ぜひ本物見たらこういうとここういう風に書いてはったなっていうのが分かりやすいようにですね、皆さんの鑑賞のなんかになれれば、一助になれればなというふうに思っております。こういうとこもうベタっと塗ると怖いので、もうハッチングで最後攻めてます。こういうところもね、本当にもう微妙な、ほんの少し書いて、どのくらいかなっていうね、もう優しく触ってってるでしょ。ね、こんな優しい工夫で先ってね、もう目悪くでできないわ、根気ないわとかいう方もね、ぜひぜひ頑張ってみてください。なんとかなります。できますね。大体できます。大体できるかと思いますので、無理ですか？知りません。知ったこっちゃありませんが、ちまちまと密度を上げていきました。また何かリクエストがあればお待ちしてます。芸大の時の話がしてほしいっていうのを意外と聞かれますけども、25年も前の話だから覚えてないですよね、なかなかね。はい、という感じでグラデーション。昔はね、本当にもう緩かったから、僕はそういう時代好きやったんですけどね、緩い時代やったからっていうのをまたいつかそういうのもしていこうと思います。こういうふうに、最後、毛をシューッと描いて、ね、最後完成といたしました。最後に完成全体図もお見せしますので、最後までよかったらお付き合いください。よかったらチャンネル登録してない方、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、最後のお仕事でございました。では。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。